皆さんこんにちは。今日は缶作りのお話をしたいと思います。缶作りの缶というのは寒いという字を書きます。寒く作ると書いて缶作りというわけですね。缶作り、寒い時期というぐらいですから、冬の間に作るお酒が缶作りと呼ばれるわけですけれども、日本酒を作るのは別に冬だけではなくて、秋でも春でも作れますし、夏でも作ろうと思えば作ることができます。ところが、冬の間にお酒を作った方が、一年中のどのポイントで見ても一番冬のお酒が美味しくて、そして綺麗なお酒ができるねということが、昔から知られていたわけですね。それで、年中作るお酒作りよりも、冬の間に集中して作った方がいいんじゃないかというふうに、みんなが思い出して、缶作りに集中しようというふうにした時期も江戸時代にはありました。で、今では電気の力で一年中同じような環境を作ろうと思えば作れるわけですけれども、昔電気がない時代というのは、その場、その季節によっての環境を利用するしかありません。じゃあなぜ寒くないといけないかというと、これは微生物と非常に密接な関係がありまして、微生物の管理をちゃんとできるかどうかというところにそのポイントがあるわけです。寒ければ私たちは微生物の管理をちゃんとできます。その微生物の中には良い微生物もいれば悪い微生物もいます。良い微生物というのはお酒を作ってくれたり発酵食品を作ってくれたりする特別に有益な微生物、私たちにとって有害ではなく有益な微生物が良い微生物。そして物を腐らせてしまってもう食べることが飲むことができなくなってしまうようなものに変えてしまう微生物、これは悪い微生物なんですね。微生物の間に線が引かれているわけではなくて私たちが勝手に引いているわけですけれども、良い微生物も悪い微生物も温度が上がれば上がるほど活動が活発になります。そうするとそれらの活動をある程度抑え込まなければいけないということですよね。で、良いドンで一斉にスタートしてしまうと、良い菌と悪い菌、どちらの方が勝つかというと、圧倒的多数を誇る悪い菌が勝ってしまうんです。自然界には良い菌は少なくて、悪い菌の方が多いんですね。これはちょっと残念なことですけれども、悪い菌の方が多いので、私たちにとっては物が腐ってしまうということがよく目にするもので、物事を置いといてすぐに良くなっていったということは普通はないですよね。例えば蒸した大豆を置いといたら知らない間に味噌になっていた。じゃあこれを使って料理を作ろうかなんてことは絶対ないわけです。お米の研ぎ汁と麹をちょっと置いといたらそのうちお酒になっていたということは絶対ありませんよね。必ず腐ってしまうんです。ところが良い微生物をうまく働かせれば良いものができるということになりますので、私たちはともかくみんなをおとなしくさせないといけない。そのためには低温が必要なんですね。低い温度が必要です。その低い温度をもたらしてくれるのが、この辺りで言いますと、灘のエリアで言いますと、何ですか、六甲おろしという風ですよね。この山から吹き下ろしてくる冷たい風が、そして乾いた風がこの場の環境をお酒作りに最適な条件として、環境を作ってくれるので、その素晴らしい環境の中で私たちは安全にお酒作りをすることができるようになったわけです。で、ともかく冷たければ全部の微生物をおとなしくさせることができるので、その中で良い微生物だけを特段に働くように持っていくことができれば、良いお酒、良い発酵食品ができますよね。そういったことで缶作り、寒い時に作るお酒っていうのは他の時期に作るお酒よりも格段に品質の良いものになったわけです。で、この缶作りが始まる時期というのは10月でも11月でもいいようなもんなんですが、実は12月の22日、冬至の日と呼ばれる日、昼と夜の長さがちょうど半分半分になると言われる日、この日にお酒の土台になる元仕込みというものを始める。このポイントが一番重要だと言われていまして、この12月の22日に元仕込みを始めるのが缶作りの元々の習わしであったというふうに言われます。元というのは昔1月作るのにかかりましたから、12月の末に作った元が使えるようになりだすのは1月の末ですよね。そこからお酒を3週間なりかけて作るということになると、一番寒い1月の下旬から2月の上旬中旬にかけてお酒を作る時期がすっぽりと入ってくるということになります。すなわち缶作りほど素晴らしい品質のお酒は昔はなかったわけです。今は年がら年中、建物の中を全体を冬のようにするようなこともできますが、それではコストがやっぱりかかりますし、無駄なエネルギーも使うので、
やはり自然の法則にのっとった昔ながらの缶作りというのも素晴らしいものであるというふうにご理解いただいて、今度缶作りと書いてあるお酒があったら、ぜひ買って飲んでみてください。